ぬかランチャー、発射プリミティアプレイヤー、エールです。今回は、ぬかランチャーを作ってみようと思います。フォールアウトというゲームに出てくる、小型の核弾頭を発射する武器ですね。まだ核はありませんが、なんとかいい感じの新しい弾を開発して、発射してみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、四角い木の筒を使った密閉タイプの弾を作ってみます。発射したい方向の板の内側に火薬を貼り付けるのがコツですね。先端に刃物をつけることで攻撃力も上げています。よし、できました。早速地面に置いて発射してみます。燃えた松ぼっくりを近づけてみると、4733ダメージ。結構威力がありますね。反応もなく、発射時に周りのものにダメージを与えないので、連射には向いていますが、発射するときに固定できなくて、狙いづらいのが難点です。では今度は、火薬の内側にゴムをつけることで、木の筒の中で反射しまくるようにします。こうすると、どんな風に飛んでくれるんでしょうか？試してみましょう。さっきと同じように火を近づけてみると、変な方向に飛んでいます。やはり中でゴムが暴れるので、飛ぶ方向がランダムになるみたいですね。これはこれで面白いですが、砲弾としては残念すぎるので、他を試しましょう。今度はゴムを取り外して、小さな草をくっつけます。火薬の爆発ですぐに壊れると思いますが、それは筒の中の出来事なので、弾道へどう影響するか楽しみですね。早速地面に置いて火を近づけてみると、空中にふわっと浮かんだと思ったら、後ろに飛んで落ちました。謎の動きですね。それからも何度か発射してみましたが、筒の中で浮き飛んで壊れた草が暴れるせいで、物理演算がおかしくなっているのか、かなりの確率で不思議な動きをしてくれます。レーザーの反射で加速するハンマーと似たような動きなので、的に当たれば、すごいダメージを与えてくれるかと思いましたが、特にダメージが増えた感じはありませんでした。相手を惑わせる弾としては使えそうですが、攻撃には使えそうにないので、また他の弾を試しましょう。今度は、火薬と草を交互に複数重ねたものを、筒の内側に入れてみます。この状態で火をつけてみると、火薬が何度も爆発するおかげで、筒が壊れて先端の刃が飛んで、的にダメージを与えてくれました。でも、毎回そうなるわけではないので、安定感はありません。そこで、草の導火線をつけた後、筒の後ろ側に火薬をつけて、前に発射できるようにしました。これならどうでしょうか？一瞬前に進んで近づいた後、爆発でダメージを与えています。どうやら、発射時の火薬のダメージで、後ろの木の板が壊れてしまうせいで、すぐ止まってしまうみたいです。そこで、後ろの木の板に、丈夫なプラスチックをつけることで、火薬のダメージに耐えられるようにしました。そうすると、ちゃんと的にぶつかるまで飛んだ後、爆発してくれました。でも、爆発のダメージは、ごくわずかです。密着だとうまくいかないみたいですね。ちなみに、こんな感じで、的を貫通してしまうこともあります。これはこれで強そうですね。では今度は、筒の素材を変えてみましょう。こうやって、ケーシを熱してガラスにした後、それを割ることで、筒の素材を作ります。いい感じに割った後、他のガラスをもう一度熱して、叩き切ることで、前後を塞ぐ四角いガラスも切り出しました。これを組み合わせれば、ガラスのケースの完成です。こちらにさっきと同じように、火薬と草を入れてみました。中が見えるのがおしゃれですね。ガラスはそこそこ攻撃力があるので、刃をつけずに発射してみましょう。世
36ダメージ。必要範囲ですね。でも、追加の爆発でダメージを与えられません。ガラスの破片が飛んで当たったりはしないみたいですね。今度は、前に鉄の刃を追加して、発射してみましょう。そうすると、6329ダメージを与えた後に、追加で1703ダメージ入りました。でも、この2回目の追加ダメージは、全然安定してくれませんでした。そこでガラスを諦めて、もっとシンプルな、大きな火薬とゴム、松ぼっくりを使った、新しい弾を作りました。こちらを発射してみると、おっと、発射部分のゴムが壊れて、途中で止まりました。まだまだ調整が必要ですね。それからも、弾速と火薬の爆発力のバランスを確かめながら、いろいろと調整していきましたが、やはり、物にぶつかった後の爆発で、安定して2回目の大ダメージを与えるのは、難しいみたいです。爆発で物を飛ばしてダメージを与えるには、ある程度距離が必要かもしれませんね。ちなみに、先端の大きな火薬だけに点火すると、16,286ダメージという、なかなかの威力が出ますが、弾を発射して、密着してから同じ火薬が爆発しても、そこまでのダメージを与えられないことが多いです。結構不思議な現象ですね。それからも、火薬の量やゴムの大きさを変えたり、先端の刃にガラスをつけたりと、いろんな調整をしましたが、安定して2回目のダメージを与えることはできませんでした。そこで試しに、前にベアリングをつけて、軸の方に弾本体、外輪の方に刃物を4つつけて、発射してみると、遮断ダメージを与えています。2回目の爆発で、ダメージが入る確率も、ベアリングをつける前と比べると、かなりアップしました。遮断ダメージが入らないこともあって、ダメージはそんなに高くないですが、今までにない、結構強い弾ができたんじゃないでしょうか。それでは、こちらの弾をベースにして、発射できるように、発射の仕組みを作っていきます。いつものように、ベアリングの軸が戻る勢いで、火花を散らして点火する、新管を利用しましょう。引き金は、スライムを食べて発射する、スライムトリガーですね。とりあえず、弾をつけてテストをして、しっかり発射できることが確認できたので、こちらを材料にして、ぬかランチャー作りに入りましょう。まずは、ぬかランチャーの弾っぽくなるように、今まで発射していた弾に、木を貼り付けまくって、それっぽく飾り付けていきます。よし！かなり荒いですが、ちゃんと弾っぽくなったんじゃないでしょうか。こちらの弾が発射できるように、ぬかランチャーの本体も作っていきましょう。焦がして黒くした木の棒を使って、それっぽい形になるように、なんとか組み立てました。最後にスライムトリガーの位置を目立たないところに移動したら、よし！ぬかランチャーの完成です。弾が大きすぎるせいで、原作よりかなり太ましい感じになってしまっていますが、それっぽく見えていたら嬉しいです。それでは早速発射してみましょう。ぬかランチャー、発射飛びませんね。ダメージもかなり低いです。弾を覆った木の部分が大きな抵抗になっているのと、ぬかランチャー本体も弾に接触して動きの邪魔をしているみたいです。それでも諦めず、何発も発射していると、よし！いい感じに飛んでくれました。2165ダメージと、飾り付ける前より低いんですが、それなりの威力はありますね。その後も何度も発射してみましたが、射程も長くなく、威力も高くなく、発射に失敗しまくるという、原作と違って、かなり弱い武器になってしまいました。それでもちゃんと発射できた時は、結構気持ちいいので、今度はザコケラ軍団を狙って、発射してみましょう。すぐに壊れる貧弱な軍団なので、威力は必要ないですからね。くらえー！おっと、発射失敗です。もう一度撃ってみると、よし、今度は爆風で破壊できたみたいです。そ
それから何度も撃ちましたが、弾がいい感じに飛んで破壊することは、なかなかできませんでした。それでも諦めず続けていると、よし、弾がうまく飛んで、少し離れたザコキャラを破壊してくれました。うまくいった時は結構楽しいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。ヌカランチャーを体の前に構えて発射すると、前が見えませんね。それでも破壊はできてるみたいです。今度は右にずらして発射しましょう。そうすると、弾が飛ぶのが見えました。しっかりザコキャラにぶつかって破壊してくれています。そのザコキャラの破片で他のザコキャラも破壊できて結構満足したので、最後はこちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たしてこの信頼性のない武器で倒すことはできるんでしょうか。早速発射してみると、ダメですね。周りが散らかりすぎて動作が重くなっているせいか、当たり判定がおかしくなってまともに発射できません。それでも諦めず少しずつ近づきながら何度も発射していると、やったー！巨大スライムを倒しました。ベアリングについた刃が多段ヒットして弾頭の火薬が爆発する前に倒しきってくれたみたいです。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。おっと、残っていた弾の火薬が爆発してしまいました。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたヌカランチャーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、また